はい、お待たせしました。僕からすることじゃない。100円でここからお届けしていきたいと思います。まず、お二人自己紹介からお願いします。はい、100円油田の、ゲームデザイン、あとメインシナリオを行ってます、はい、ラビット&ベアスタジオズ代表、村山義孝です。ベアよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、同じくラビット&ベアスタジオ所属の、100円以前のディレクターをやっている小牟田治です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、実はですね、昨夜、我々も記事、このタイトル実はクラブで激推しでしてありがとうございます。ついにプレイすることができたって言って満足の記事を出しております。見てる方もね、ぜひチェックしてほしいんですけど、まず動画出せるそうなので、動画見つつお話、そうですね、はい、ぜひぜひいこうかと思います。動画お願いします。ラビット&ベアです。これが、まあ、背景の方が、はい、2D の、NPC のキャラに 3D の背景という感じで、まあ、かなり、これを合わせるのに時間をかけてクオリティ上げてます。生きてるっていう風にね、クラベが表現しましたね。やっぱりそこにすごい惹かれたって言ってました。今回NPC の街の中の NPC にもちゃんとその生活感を出したいっていうのをこだわりを持って作らせてもらっているので、多分そういうところが、はい、注目いただけるといいかなと思ってます。バトルシーンもこう 3D の背景と 2D のキャラクターが、カメラワークもこうグリグリ動くので。めっちゃでかい。そうですね、なんかまあ、背景で、まあ、奥行きを見せるような、はい、エフェクトであったりとかっていうことをしたりしてますね。劇場があったり釣りがあったりここはまあ本拠町だったり、バトルのスケールがで戦闘グラフィックスもやっぱり 2D のキャラクターと 3D の演出と、はい、ハイブリッドそうですね。大型のボスはこう 3D のボスがグリグリ、はい、もっと激しくカメラワークが動くことになります。俺は人の世のその未来のために必要なことだ。それでも謎のシーン思わせぶりなところがいいですね。しない。これが英雄たち。そうですね、100円油田ということで、はい、まあ、100人以上のキャラクターが出てきて、はい、まあ、戦争という状況の中で群像劇を繰り広げるっていう感じですね。まあ、今でっかいフィールドを歩いてたと思うんですけど、はい、まあ、そう歩きながらそこで釣りしたりとかもできるようになってる、ね、さっきのがまあ戦争イベント、総上戦みたいな、はい、またなんか他にもすごいのが、なので、まあ、スケールがすごい。戦争というまあ大きい、戦いをどう表現するかみたいなところであったりとか、この一騎打ちみたいに、いかに、演出を、見せていくかっていうのは結構細かくやってます。はい、それでいいさ。絶対にここを守る。みんなのためにも、故郷のためにも。ですね。ということでで、ここから順次、今ね、僕はプレイすることはできなかったので、プレイしたクラブから質問を預かっていまして、はい、それを順に聞いていきたいと思います。はい、CU で通常のバトルを体験したんですけども、まあ、今トレーラーにもあったように一騎打ちとか、まあ、大軍同士のバトルもありますけれども、そこの部分で話せる内容を教えていただければなと思うんですが。そうですね、まあ、100人以上のキャラクターがいるんで、はい、このまあ、大人数のキャラクターをいかに活躍させるかっていうところに、まあ、システムの方はかなり注力していて、はい、大規模な戦闘は、まあ、お話上の理由もあるんだけれども、そこで、まあ、大量の、キャラクターたちが、まあ、はい、チームを組んで、それで戦うみたいな形で、活躍を演出するっていうのがありますね。一騎打ちっていうのは、その見せ場とかを用意したいっていう欲求が大きいんですかね。そうですね、
まあ、当然お話上の重要な場所、はい、まあ、さっきちょっとメリサが戦っているような場所もあったんですけれども、ありましたね、はい、ここが一番盛り上がるその場面で、まあ、その単純にそのイベントとしての、ストーリーイベントとしての盛り上がりだけではなくてバトルとしてこの中に演出を入れていきたいみたいな部分があって、先ほどの一騎打ちに関しても、まあ、通常戦ったりするんですけども、はい、その中で、状況が変わったりとか、まあ、場面が変わったりみたいなものがあります。あ、なるほど。つまりやっぱゲームプレイとして見せつつ、まあ、物語としての見せ場もちゃんとっていう RPG の根源的なパワーをそうですね、個人的に、はい、やっぱゲームの、まあ、ゲームとして発売されるものなんですけど、そのゲームのシステムの中にストーリー性を含めたい、うまく融合したいっていう気持ちがあって、はい、これを全然別にするんではなくてお話があって、それが自然にゲームの中に取り入れられていくっていう形を目指してますね。この昨日出したインタビューの記事ですと結構いろんなアプローチっていうのをしていて、雑魚的はそんなにそのギミックとかを重くしないで、まあ、先ほどおっしゃったような演出できる場面は演出を乗せてリッチな体験するっていうふうに心がけているようでしたけども、そういうことなんですかね。そうですね、ボス戦なんかはそうですね、やっぱりストーリー、まあ、村山が今言っていた、はい、ストーリーとプレイヤーのインタラクションをどうこう紐付けるかっていうところで、まあ、ボス戦なんかだとその状況に応じてそのギミックをプレイヤーが選択してギミックを使うような遊びになっていたりとか、はい、まあ、一騎打ちに関してもそのプレイヤーのインタラクションで場面がこうどんどん変わっていったりとか、そのシナリオとのゲーム性の融合というところはすごくこだわりを持って作っているところではあります。このロケーションとかの変化って結構あるもんなんですよ。なかなか単純な疑問として工程大変なんではっていう、まあ、そのキャラクターが多いとかもそうなんですけどもうキャラクターが多いところで、はい、物量がものすごいことになるのは確定なんで、もうそれは覚悟を決めてそういうものだから、はい、まあ、描きたいものだから仕方ないってことですね。そうですね、まあ、プロジェクト自体始まりのところから、はい、まあ、自分たちがちょっと満足いくようなことをしようよみたいな部分があって始まってるんで、そこはもう仕方ないので頑張る。仕方ないので頑張るまあそういうことですよね。なかなか覚悟を持って取り組むと、なかなか覚悟決まるまで時間かかりましたけど、そうですか、まあ、いや覚悟は決めてるんですけど、実際その物量がこう目の前にすると迫ってくるとなかなかそうですね、さっきのまあ動画の中にもちょっとだけ出てたんですけども、はい、劇場っていうミニゲームがあって、はい、あの中にまあ脚本があって、その脚本に配役が5つとか6つとかあるんだけど、はい、これに対して、全キャラを配役できるようにで100を割り振れて劇を見るってことができるんですよ。どうしてそんなことを茨の道に行ってしまったじゃあそれで行こうってやったんだけど、後で計算した、あれものすごい数のセリフになってないっていう、なっちゃいます1演目に配役が、まあ、平均5とか6とかあったとして、はい、まあ、かける100オーバーのかける100のちょっとパワーがすごいかける大本数っていう掛け算になっていくんで大変。しかしもう音声は収録済みと日本語にとってはそうですね、なかなか長い、まあ、トータルでの音声収録の期間は1年ぐらいかかったと思うんですけど日本語だけですけどね、はい、さっきのノアとかセイもちゃんと、女の子役をやってもらってます。はい、かなりそこはじゃあ本当に今聞いた通りに自由にできるって想像すればいいわけだ、はい、なるほど、そうですありがとうございます。じゃあもう少しストーリーの方に話、伺っていきたいんですけど、ゲームのオープニングでこれ僕は見てないんですけど、はい、2羽の鳥が出てくるシーンがあるってクラブが言ってて、これは本作のストーリーを象徴するのか、まあしているんだろうみたいなことを言ったんですけどそれはね早い話が早いですかもう少し取っといた方がいい。だって発売まだ来年なのにお話のネタバレしちゃダメでしょこれじゃあ取っときますか。これは発売後に改めて覚えておいてください。2羽の鳥のことを覚えておいてください。鳥の話があるんです。鳥のシーンがあるんですね。そうですね、頭のところで、まあ、導入みたいな場所があって、まあ、ちょっとその意味深な、まあ、始まり方をしてっていう部分が多分気になったのかなまあプレイヤーはそこに何か想像だのをして、そうですね、まあ
ドットのキャラクターで、まあ、やってるんだけど、まあ、鳥とかもドットキャラクターでやってるので、はいかなり細かく動くような感じで作ってもらってるんでかなり目を引くんじゃないかと。ああ、でそこすごい気になったってことなんだな、比べは。比べ愛な気もしなくもないけど、分かんないですけどね、まあ、そこはじゃあ実際に出てみてのお楽しみという。そうしてください。はい、で今回この100人以上の、まあ、英雄が登場するゲームなんですけれども、これでもな、クラブに聞いてって言われてから聞くんですけど、答えづらくてなかなか思ったように回答が得られないもので、お好みの英雄を教えてください。推し英雄を教えてくださいっていう。はい、はい、まあこのゲーム、主人公3人で、はい、まあ動画に出てたノア、セイ、メリサがトレラーに主人公なんですけど、はい、4番目の主人公的なキャラクターがいて、これがペリエールという貴族の娘みたいなキャラがいて、貴族の娘っていいポジションですね。これが気が強くて、でなんか物事をバリバリ推し進めていくようなタイプで、かなりこのキャラクターが僕はお気に入りで、キャラデザの川野さんにももうドレスの色とかね、すごかったですよね。何回も書き換えてもらって違うなとか言って、でもそれ 4番手なんですね。それが、まあ、4人目のキャラクターみたいな感じでも結構重要なポジションではあるので、でバトルにも参加するんですけど、はい、そこにもかなり村山から注文があって一回今回いろんな武器の種類があって属性とかもあるんですけど、一回ペリエールの決まったんですよ、武器の一回決まったんですね。これでいきましょうと、これでいきましょうって決まったんですけど、はい、ある日突然、やっぱりこういう攻撃させたいんだよねなぜまあなぜっていうか、その方がいいからですよね、もちろんそれは。イメージ的に敵をビンタしてくれって言ってわがまま言ったこういうキャラクター像っていうのがあって、それを満たすにはビンタだなっていう、こうだなっていうのを頼んで作ったかもしれないけど、それより前に川野がキャラクターデザインした時に、はい、武器は槍でいこうって、川野が槍のデザインも一応出てたんです、はい、これでいきますよと、いいですよねってことですね。でバトルの仕組みをこういろいろ話してるうちに、ビンタっていうワードが出てきて槍はどうした、槍はどこ行ったんそんなことがあったらしいですねだいぶ昔のことなんで大変だ。はい、僕はまだ発表されてないんですけど、今の PV にちらっと出てきていた、僕のポニーテールの格闘家のキャラクターが好きなんですけど、まだちょっと公開されてないのでじっくり今の短いところを見て、モーションすごい良かったですよね。はい、キャラクターはすごいかっこいいキャラクターなんで、重大な秘密もあるキャラクターなんで、重大な秘密も、だいぶ手間がかけて、あれもだいぶ手間がかけてそこもなんか泣ける話があった。大変だった。村山の設定を見ると結構なんでこんな面倒くさいキャラ作ったのかなっていうでもプレイヤーとして受け取る場合は、そこはやっぱりこだわってくれて嬉しいなっていう結果につながるのかなっていうふうには思いますよね。そうですね、なんかそこを信じてるというか、なんか楽しいゲームってプレイしてて、作ってる方がちょっとニヤニヤしながら作ってんだなみたいなのがあると嬉しいじゃないですか。そうですね。こんなことまでやってくれてるんだっていう気持ち確かにありますよね、ゲームやってて。そういうのがあるといいかなっていうところはちょっとありますね。じゃあもうあるといいかなが満たされた状態でちゃんと出てくるぞと。はい。場合によってはちゃぶ台ひっくり返したこともあるぞっていうことなんですね。その件については後で謝っておきます。じゃあいろんなことあるっていう話なんですけど、先ほど劇場の話とかありましたけど、釣りとかあるそうなんですが、これ結構いろんな形のアクティビティというかミニゲームというか、そういうものが準備されてるんでしょうか。そうですね、はい、先ほどの劇場のボリュームもすごいと思うんですけど、結構やりすぎじゃないのかっていうぐらいでしたけどPV の中に、ベーゴマバトルっていうワードが出てきてたと思うんですが、ベーゴマっていうミニゲームがあって、ベーゴマプレイヤーのノアが主人公のノアが行く先々で強敵のベーゴマトレーナーと戦って最強を目指していくっていう、かなり変わったアプローチですねベーゴマバトルのシナリオも書きました。シナリオあるんです
この世界ではベーゴマって僕らの知ってるベーゴマと一緒なんですか？ちょっと違うそれは一緒。そうですね、はい。ただまあ宝箱から見つかるらしいですよ。宝箱に入ってるんですか、ベーゴマが。ベーゴマをどんどん山根大集めて輝がする RPG でもそうそうどんどん自分の強いベーゴマを作っていってあ、そんなことできるんですか。でそのベーゴマベーゴマのマスターを目指せるんだ。マスターを目指すっていう過程の、まあ、途中で強敵のライバルがいっぱい出てくるんですけど、それ別にだから本筋ではないですよね。ベーゴマがまあついでにやってるっていうか、まあ、そうです世界を救う傍らでベーゴマベーゴマの方もまあトップを目指すと。トップを目指すでそちらにもボイスが全部入っている。ボイス入ってるんですか。はい入ってますいちいちびっくりしちゃう。そうなんです、すごいっすね。なんかベーゴマにそんな力入れてるとは思わなかった。あとカードゲームというのもあってカードゲームもあるんですか。いろいろあるんですね、この世界カードゲームもは。入ってますなんだろう JRPG ってなんか、いろんな楽しみがいっぱい詰まったなんかそうですね、相当お弁当箱みたいな感じがあるじゃないですか。ありますね。で楽しみをとりあえず全部ぶち込んでいきますみたいな。結構その大変予算的に大変になってくるとどんどん少なくなるんだけども、はいこれをねいっぱい入れようっていうのが誇示して今回のコンセプトなんで。ああ、なるほど。すごいですね。なんか聞いているとだんだん本当にそんなにやって大丈夫なのVTR ありますって書いてあるんですか。じゃあそれちょっと見ましょう。もう時間も迫ってきちゃった。お願いします。武器を収めてくれないか。これ一騎打ちですね。一騎打ちシーン。ああ、ドラマティック。そうですね、まあ、ここで一騎打ちの中でセリフのやり取りがあってお話も進んでいくんだけど、まあ、戦闘という部分で、まあ、戦いという、まあ、ゲームシステムとも、合わさってるっていう感じですね。まあ、ここにそのプレイヤーの選択というのも、まあ、インタラクションを入れるのがあって、まあ、こうコマンドを選択して状況が変わっていくという、はい、シチュエーションが激アツですね。もはやこれ激アツとしか思えないシチュエーションですよね。夕日の夕日の教場の上で互いの持つものをぶつけ合ってるわけですね。そうですね。いかにロマンチックな感じでいくかっていうのがまあまあ頑張ってもらってるっていうここはアートディレクターの村上がものすごくこだわっているところでもあって、結構キャラクターのチームが移動した、はい、でここで場面が切り替わって、はい、まあ、お話が進んでいくみたいな部分があったりとか、こういう感じで場面転換もしていくと。これがペリエールさんですね、僕の好きな今出てましたね。先ほどおっしゃってた、はいでこれがまあ戦争イベントと呼ばれるものですけれども、よりスケールの大きい、はいいわゆる甲状腺みたいな感じですね。甲状腺もなかなか作るの大変まあ戦争もあれなんですね、状況ストーリーで状況は決まっている、決まっているので、その場面場面をこう切り取って戦争のワンシーンをこの詰め将棋みたいな感じでどう攻略していくかっていう。某戦国シミュレーションゲームのように、はい、どうとでもプレイできるっていう感じではなく、やっぱりメインのストーリーの中での戦争の一部分なので、そこの状況を切り取っていくという遊びになってます。これ劇場です。これが劇場ですね。で語り手に可愛い女の子のここにまあ配役できたとですね。で、ここにシンデレラが出てくるんですけど、なんか俺の知ってるシンデレラ結構遠い気がする。これがアンデッドのこれアンデッドキャラクターがシンデレラに配役されるとちゃんとシンデレラとして出てくると出てきてそのセリフを喋ってくれる。はい。ただアンデッドのキャラクターはなかなか言うこと聞かないキャラなんであんまりちゃんとセリフ喋んないんですけど、そういうところもあるんですね。はい、ちゃんとキャラクターの性格が反映されてインタラクション質が変わるっていう。文句言ってるキャラクターをいます。なんで俺がこんなことを文句言ってやつがいるんだ。あとノリノリのやつとかもいるし、じゃあそれも試すだけで楽しいっていう感じですね。どうなる？演技が壊カオスになっちゃったよもう。下手くそというキャラクターもいます。義理の事件。ガラスの靴が。なんでまあでこの、セリフ収録が結構声優さんに
このキャラは演技うまいですとか下手ですとかは渡したんだけど、その後は結構ね自由にやってもらったんで、そうですね、フリーダム感が、そしたらかなりフリーダムにやってすごい熱演だったりとか、そうですね、開演熱演がいろんな幅がすごかったですね。そうありがとうございます。収録で一緒に見ててもゲラゲラ笑ったりとか盛りだくさんって感じがぴそうですねったりの内容でしたね。すごかったですね。はまだ時間的に大丈夫なのかな。い、はい、大丈夫そう。じゃあもう一つお聞きしたいんですけど、街が生きているって、いや時間もうそれ質問したら終わっちゃうぐらいって時間になっちゃった改めて、見ている方にですね、本作の魅力、今十分語っていただいたと思うんですけど、改めてお伝えしていただけますか。はい、100円伝、JRPG としていろんな楽しみをぶち込んで、いや本当、いろんな楽しみっていうゲームの下手な人でも上手い人でもちゃんと最後まで楽しめるゲームとして作っておりますんで、ぜひぜひ皆様、ご期待ください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当にぜひはいじゃあ、発売が2024年の4月23日に決まりました。ついに、はい、ものすごいボリュームの幕の内弁当になっていると思うのではい、ぜひご期待いただければと思います。もうしばらくお待ちください。それでそのいろんなものが入りつつ、戦争ってものを多角的に描き、熱いところも盛りだくさんっていうところなんですよね。はい、いやー楽しみですいろいろ聞けてありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。100円でここまでにしたいと思います。